皆さんこんにちは、ホトシンです。今日はですね、H&Y から新しく出ている EVO シリーズのフィルターシステムの紹介をしたいと思います。はい、ということでですね、今回はこちら EVO シリーズというね、新しいね、フィルターのシステムになるんですけれども、もうすでに発売されていてご存知の方もいるかもしれないんですけれどもね、まだ知らない方もいるかもしれないので、今回はね、こちらの紹介をしていきたいと思います。で、私も H&Y のフィルターはもう3年ぐらいですかね、トータル使ってきているんですけど、マグネットのシステムで着脱がめちゃくちゃ楽というところと、軽量コンパクトっていうところで、山に行ったりする中でね、かなり重宝して使っているね、フィルターになります。で、今回のこの EVO シリーズね、従来のシステムでちょっと弱点があったところが克服されて使いやすくなっているというところで、ものすごくね、画期的なものなので、今回ちょっとこちらを紹介していきたいと思います。なので、従来使っている方ももちろんですし、これから新しく導入する方のね、参考になればなと思いますので、今回は項目に分けていますので、ぜひ興味のあるところに飛んでご覧いただければなと思います。じゃあ早速ですね、こちらの EVO シリーズどんなものなのかっていうのをですね、作例とか交えながらお話ししていきたいと思います。はい。ではですね、早速今回紹介するね、こちらの EVO シリーズのフィルター、どんなフィルターなのかというところなんですけれども、今回ね、2種類あります。まず1つ目がですね、EVO シリーズの CPL ですね、サーキュラーポラライザーの変更フィルターになります。光の反射を調整するフィルターですね。もう1つは、ちょっと上側が暗くなっているハーフ ND というね、これも結構馴染みのあるフィルターかなと思うんですけれども、H&Y にはこの、ハーフ ND のね、円形バージョンのハーフ ND がね、あります。今回この2種類になるんですけれども、何が今までと違うのかっていうところですが、ちょっとおさらい的な感じでね、いきたいと思います。通常、フィルターをつけるとき、H&Y のフィルターをつけるときっていうのは、カメラにですね、磁力のあるですね、マグネティックアダプターリングっていうものをですね、装着します。こんな感じで、スクリュー式でね、回していって、装着して、そこにこんな感じで磁力でねペタッとつけていくような感じになります。逆だったこんな感じです。はい。でくる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 、CPL 回して調整したりとか、そういったことがねできていました。もう一つは、このレボリングというねシステムがあるんですけれども、これめちゃくちゃ便利でしたよね。自分も動画で何回かご案内させていただいたこともあったかと思うんですけれども、私は 67mm から 82mm まで可変できるこのレボリングというねシステムですね。ステップアップリングになります。でこんな感じでキュッと締めてあげて、ここでピタッとしてあげれば、装着することができます。でこのレボリングにもアダプターリングですね、マグネティックのアダプターリングをつけると、こんな感じでペタッと CPL とか、あとはハーフ ND または LD フィルターをですねつけてフィルターを使用することができます。これが H&Y のね従来のシステムになったんですけど、ちょっとね欠点が実は言うとね、欠点というか弱点がねありました。この状態で、撮影をずっと続けていったりとか、例えば山に登ったりとか動いたりとか、ポーチから出したりとかっていう時に結構これがパッコって外れちゃったりすることがありました。多分ね経験ある方ね H&Y のフィルター使ってる人いるかと思うんですけど、それがちょっと嫌だなと思う人もね、いたかもしれません。ただ今回のこの EVO シリーズっていうのはそういったことをですね防ぐシステムが一緒にねついているというところが大きな違いになります。どういうことかというとね、ちょっとご覧いただきたいものがあります。ちょっとですねこのフィルターの接続部分をね近くで見てみるとどうなってるかというと、溝がね掘ってあります。そうですね、どういうことかというと、ねじ込み式の溝が掘ってあって、今までの昔のねフィルターのようにねじ込んでフィルターをレンズに装着することができます。こんな感じで、くるくるくるっとレンズにですね装着していきます。レンズ径が足りない場合はステップアップリングをつけて、そこからねスクリュー式でこうやってつけていくような感じになります。でそうすると落ちないっていう感じですね。純粋に今まではマグネットだったけど落ちないでしっかりと固定されているので、すごくね安心して使えます。登山とかに行ったりする時なんかも揺れたりとかね、するっていう時にも大丈夫ですし、ポーチから出したり入れたりっていうのが繰り返されても、外れることがないので非常に安心して使うことができます。でこの一番前の部分はマグネットなので、こんな感じでカバーをねパコってつけることができるので、この状態で、移動したりとかすれば
フィルターが傷つくこともなくてね、安心して使うことができます。やっぱり CPL って紅葉のシーズンとかもね、これから来る紅葉のシーズンもそうですけど、日中とかでねずっとつけて撮ることが多いと思います。そういった形でずっとつけっぱなしにしておくんであれば、こういうふうにねじ込み式でやっておく方が結構安心かと思いますし、何回もつけたり外したりっていうストレスもないので、そういったところではこのエボシリーズね、いいかなという感じがいたしますね。はい、ということで、このエボシリーズのね大きい特徴っていうのは、今まで通りのね従来のマグネットシステムとして使うこともできますし、ねじ込み式で安心してねロックして使うことができるというね、それぞれのいいところをね両立させた、フィルターのシステムになります。なので、その使用のシーンに、合わせてですね選択をしていただければという感じです。どうしてもやっぱりレンズを変えてすぐにフィルターつけたいという時は、このレボリングめちゃくちゃ便利なので、そういったシーンはやっぱこれを使っていくっていうような感じで、選択肢が与えられたというところでね、すごく画期的なフィルターシステムかなと思います。でここまでは今回のねエボシリーズの物理的な構造だったり特徴をねお話ししたんですけれども、今度はねもうちょっとこのフィルター自体のね写りとかについてね説明をさせていただければなと思います。まずね1つ目はこちらのナチュラル CPL ですね、変更フィルターになりますけれども、これもね従来と同様に色かぶりが本当に少ない仕様になっています。そもそも H&Y のこの CPL ってね色かぶりほとんどなくてゼロっていうね感じで、全くないとはもちろん言えないんですけど、使用していて気になったことなんて一度もないレベルだったんですよね。なので今回はね従来と同様に安心してその色かぶりがなくね使える、そんな仕様になっています。でもう一つ今回のこの CPL のね大きな特徴なんですけど、露出落ちが本当に少ないというところで、CPL っていうとつけるとね原光作用が、副作用みたいなものですね、あってですね、それがまた逆にメリットであったりする時もね実は言うとありますね。渓谷とかに行って PL フィルターつけて原光作用がやっぱりあるので、ND フィルターを使わなくてもちょっとスローシャッターできちゃうみたいな、そういった副作用的なメリットもあったんですけれども、ただ、やっぱり手持ちで撮るときに CPL つけるとちょっと夕暮れ時になると、シャッタースピードをちょっと落とすというか、スローシャッター気味になってしまうので原光されると困るっていうようなね場面があります。そういった時にこのエボシリーズの新しいね CPL っていうのはもう本当に露出落ちがないので、ほとんど1段以下っていうふうに言われてますけれども、そのぐらい原稿しないような仕様になっているので、そこもですねすごくメリットかなというふうに思います。でそして従来のフィルターでも気にならなかったんですけど、フィルターを装着してもね解像度が落ちることなく本当にねシャープな写りをねしてくれていました。で今私が使用しているメインのカメラは富士フィルムの GFX100S2 っていうねカメラになって1億万画素になるんですけど、すごい高解像度を搭載したカメラなんですが、そのカメラでね、これをつけて撮った時も特にね描写アップしても解像感が失われることもなくシャープに写してくれたので、そういったところでも信頼できるねフィルターかなというふうに思います。であとはフレアゴーストも非常に抑えた設計にもなっていますし、水の反射とかもねものすごく弾いてくれますので、滝とかね渓谷とかで撮ったりとかする時にもすごく安心して、ブロワーでパッパッと払うとねさーっとこう弾けていなくなってくれますので、そういったところも従来とねそんなに変わることがなくですね素晴らしい仕様になっていると思います。でもう一つ今回のねフィルターになるんですけれども、ハーフ LD になります。 GND の16になるんですけれども、ご覧の通り上がちょっと暗くて下にかけて明るくなるというかね透明になっていくようなフィルターで、空をねちょっと原稿したりする時なんかには使います。ただ円形なので上下の動きがないので、若干そのコントロールできる幅というかね範囲は狭いんですけれども、そんなに輝度差がない時、めちゃくちゃ輝度差が空と地上であるっていう時はちょっと難しいかもしれませんが、若干の輝度差だったら、結構うまくね調整してくれますので、1個あるとねかなり心強い、そんなフィルターになります。でこのフィルターのクオリティに関してもねやはり非常に優れている高い、ね、クオリティなので、先ほどの CPL でもちょっと触れた内容と被る部分もあるので、ぜひですね概要欄の方に行って、詳細をねチェックしていただければなと思うんですけど、
これもね結構便利です。でこれも EVO シリーズなのでスクリュー式でこんな感じで固定して使うことができるので、山とかに行くとね空をずっと原稿し続けて撮りたいみたいな時もあったりするので、そういった時にはねじ込み式を使ってやると非常に便利かなと思います。はい、という感じで今回はですねこちらの EVO シリーズのフィルターのシステムをね紹介させていただいたりとか、その作例をねちょっと見ていただいたんですけれどもいかがだったでしょうか。両方の選択肢があるってね結構便利じゃないかなと思うんですけど、特に従来のこのマグネットだけのシステムを使っている方であればねめちゃくちゃいいじゃんっていうふうにね感じると思うんですけれども、ぜひですねそろそろアップグレードしたいなっていうふうに思ってる人、そろそろ傷も入ってきたりとか、私も相当酷使してるので周囲が傷ついたりしてきてるので、ちょっと元々のねフィルターシステムちょっと変えようかなと思っていたりもしますので、そういうふうに考えている方はですね、これを機に EVO シリーズに変えてみるっていうのもねいいかなと思います。これ全部合わせていたとしてもね、このレボリングシステム合わせててもこのポーチの中に入れるともう本当にパッて入ってこれで完結ですからね。これめっちゃ小さくてこのサイズハンバーガーぐらいのサイズなんですけど、めっちゃコンパクトなので、やっぱりこう自分もね山に行ったりする時本当最近軽量化をすごく大事にしていて、快適に登山したいし楽をしたいっていう気持ちがあるんですけど、でもやっぱりちゃんとしたクオリティの写真撮りたいってなった時に、この H&R のシステムはすごくコンパクトなので、しかも先ほど言ったようにね選択肢もあるしっていうところで、かなりね行動範囲も広がるんじゃないかなと思いますので、検討している方はねぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。詳細は概要欄の方にね、ありますので、興味のある方はチェックをお願いいたします。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。